三輪さん、実際独身の人っていうのは不公平な立場なんですか？子供いる人たちと比べてなんか公平不公平っていうのはあるんですか？ネット用語である独身税じゃない話まで言ったじゃないですか。全国民に隠しますよっていう子ども子育て支援金っていう話じゃなく、追加でかけるべきだっていう話になりましたよね、中村さんはね。そこまで言ってしまうと、それこそ先ほどおっしゃってたブルガリアでも、やっぱ失敗例はすごく強いんですよね。で、独身っていうところを選んでいたりとか、結婚できなかったりとかっていうところに関して、じゃあ人権がないかっていうような話になっちゃいますよね。本当に独身税はもう反対ですね。まさにうちの会社でもそうですけど、育休取った時に働いたりとか、そのお金を補助して会社してもらったりとかっていうのあったりしますし、熱出ました、保育園から預からなきゃいけないって時に、実はその独身の人たちがこの会社で支えてくれたりとかってやっぱあったりするので、それに対して追加で独身に対して課税して罰則みたいなのはちょっとおかしいじゃないですか。私もまさに独身なので、税金もしっかり納めているので、独身税をなんか取っているみたいなことを言いましたけど、結果的には取っていないのが正解ですから、独身税という言葉が生まれてるけど、そういう税金はまずないし、あたかも独身の人だけが得する社会だみたいなことをおっしゃってましたけど、それはそうなんですか？独身だからないと思いますね。ないですよね。独身の方からじゃあ取らないっていうことになれば、子育てをしている我々の税金ですとか安くするっていう方法もあると思うんです。もともとあるけどね、配偶者控除とか扶養控除とか、その部分をもっと拡大してはどうかなと思います。独身か結婚かと子供を産まない関係ないじゃないですか。独身っていうよりもやっぱ出産に対するインセンティブっていうのは絶対必要だと思うんですよ。例えば男性が100名女性が適齢期で100名女性が100名200名いたら200名子供を産めば人口維持できるわけですよね。120名ぐらいしか生まれないから80名足んないんだよ、この200人。34歳でバツ2ですけど1人ずついたりするんで、こういうタイプがそれが OK ということですよね。子供を持つことが社会の貢献だと思ってます。初めてこういうスタンスで肯定されたんで嬉しいです。でも独身者ってその部分貢献してませんよね。欲しくてモテるものじゃないから、言葉は気をつけた方がいいかなって。そうだよ。だから男側にインセンティブだ。分かってきた。そうだと思います。男側に1人目1000万、5人目5000万みたいなやっていくと、子供15人ぐらいやると何十億になるから資産。でも結果稼がないといけないから頑張りますよね。そのインセンティブ目的というより、それ以上稼がないと回んないから頑張るよね、多分。子供一人で1000万円を割に合うかっていうと、割にはコスト的には合わないけど、より頑張るじゃないですか、多分。妻とかじゃなくて婚外子も含む、恋愛でどんどん産むと。婚外子も認めてほしいし、夫婦別姓も認めてほしいです、本当に。ね、夫婦別姓は本当そうだね。皆さん結構盛り上がってますけど、どうでしょう？なんかね、独身の正義みたいに言ってるやつもいるじゃん。独身の時に自ら選んだやつに対して自分の可愛い子供の負担を背負わせないですよ。別の家庭の話じゃないですか。勝手に産んだだけであって、他人が負担する理由は何なんですか？いや、勝手に産んでないです。意思を持って子供を作って勝手に産んでないじゃん。それ訂正した方がいいですよ。公務員の方なんだから勝手にとかって言わない方がいいです。確かにそこは訂正いたします。関係のない独身の方が負担しているわけですよね。不公平だと思うんですよ。子育て世代だけに恩恵を与えて、独身者だけに負担を強いているっていうのは、社会の分断を生むリスクっていうのがありますよね。独身税っていう言葉が生まれたのももうその一つだと思ってます。分断しないために今回の話出てきてるね。独身って自分で選んだやつでしょ。じゃあ子供がいる人は自分で選んで産んだんだから、子供が熱出て保育園行かなきゃいけないってなっても、代わりに見つけるんじゃなくて自分でどうにかしてくださいねとか、じゃあ育休取らないでくださいねって言われたら、支え合いって成り立たなくないですか？独身最高って言って自分で一人で生きていくよって言ってるやつが年を取った時に働けません、未来の子供たちに援助してもらうよっていう考えがおかしいから。でも今もそうじゃないですか。負担がどんどん増えていく中で子供たちに負担をさせたくないっていうのがあるんです。それを防ぐためにみんなで支え合おうねっていうことなんです。わかるわかる。だから平等か公平かみたいな議論で、多分公平であって平等であってって、全体の船が泥船で沈んでるから、そのどう分けるかとかもそんな議論してても、もうどっちにしろ子供いる人もいない人も
30年後はみんな泥船で沈んじゃう気が僕しててだって最初の提起内容で結構ショッキングな言葉だなと思ったのが、子供を持つか持たないかは人それぞれでいいというやつは自己中で無責任と。無責任って言われてます。そうなんです。私自己中で無責任と言われてるという昔って結婚して子供を産むべきっていう考えが主流だったと思うんですけど、今は多様性をちょっと重視しすぎなんじゃないかな。多様性だから別に結婚しなくてもいいでしょう。既婚の私からすると、独身の言い訳も見つかってるんで、私たちも払ってるとか。大体そういうことでいいんですよ。払ってますよ。それが子供たちの養育に使われて、我々にも最終的に老後に返ってくる。それに何が問題があるんですか？上乗せするっていうのが間違ってるんですよ。独身貴族楽しんでます。だけどそういうものには一切私たちは協力しません。ただ不公平ですよね。自分が独身貴族を謳歌しておきながら、年を取った時にその権利を他の人が働いた税金で享受するのはおかしいでしょ。今払ってる払ってないの話はしてないよ。独身はひたすら働くことに専念できてるじゃないですか。例えば育休取ってる間働いてるのは当然独身の人間もしくは別の方が支え合ってやってるわけなんですね。この税収であなた方も子育てできてるんですよ。我々の税収のおかげなんです、最終的に。中村さんの主張は子育てにやっぱお金かかるから、子育て世帯の方が大変なんだから、もう自分で独身で選んだんだったら独身の方がもっと負担率上げて子育て世帯のために社会のために頑張ってよっていうのは。中村さんの主張は結構極論ですよね。僕も子供いますけど、その妊活っていうところで体外受精とか顕微授精っていうところで、今はまあ保険適用になりましたけど、たまたま僕が運よくいろんな人に支えられて払えるお金がありましたと。でも作りたくて作れない人ってやっぱりいるんで、独身者をじゃあ自分の選択だからっていうだけではやっぱない。添加物が理由って言われてもいるんですよね。30代とか40代ってその添加物世代なんですよ。大量生産大量消費時代で添加物で食いまくってたんで、その子供ができづらいっていうのは一応データはあるらしいですけどね。はい、途上国っていうかね、食がなんかまだシンプルなところ、果物を食ったり、チキン食ったり、そういうとこ生まれるのか。どこか一つにちょっと負担を大きくするっていうのはどうです？それは良くないと思いますよ。だから本当にもっとね、他のとこから取れるとこあるだろうというのはさておき、薄くまんべんなく取る方がまだいいんじゃないかなって思うのと、さっきなんか多様性にかまけてるみたいなね言ってましたけど、全然まだ足りてないと思ってて、それこそ婚外子だってもっと普通になっていいと思うし、いろんな人の子供産んだ方が楽しいと思ってる派なんで、寛容に見てもらえるような社会になったらもっと産みやすいなとは思いますけどね。ではそろそろ討論も終了の時間近づいてまいりましたので、皆さんに一言ずつ今日の感想などを聞いていきたいなと思います。山本社長、今日たくさんアイデア出していただきました。中村さんや中島さんみたいに真剣に考える、ね、若者がいるのはいいことだけど、ずっとこれやってんだよね、30年ぐらいね。日本はどうしようこうしようって何にも決まんないから、何か決めようぜって感じ。全く決まんないっていうのにもイライラしてるんで、僕総理大臣なのかなって思ってる、本当に。以上です。続いて瀬野優香さん。はい、総理大臣になろうかなっておっしゃってたのをぜひ応援したいなって、賛否出たとしてもこれやってみようって言ってやろうって突き進めるような人がいたらよかったのかななんていうふうに思いました。はい。仏さん。継ぎはぎでなんかいろいろやってもしょうがないなっていう。独身税また新しく作りました、ちょろっと徴収みたいな、しても根本的に解決しないんで、抜本的になんか本当子供を産んだらボーナスみたいな分かりやすいことをやっていく方がなんかポジティブでいいっすよね。議論がネガティブすぎてなんか僕は途中悲しくなったっていう普通になんか三輪さん。答えのないものについて議論するのはとてもいい時間だったなっていうのと、お互いのことをもっと理解し合うというか、が例えば障害がある方とか介護がある方とか理解するってことがやっぱ多様性ダイバーシティだと思うので足らないんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。コーディベーター中島さん。税制とかを考えるのは国であって我々ではないわけですよね。なかなか動かすのは難しいですけれども、一人一人がちゃんと少子化とか税制とかについてちゃんと真面目に考えて働きかけていくべきだなと思いました。スピーカー中村さん。はい、これをきっかけに将来的な子供に負担がないような抜本的改革とかできればいいんじゃないかなと思いました。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ここで女子業界チャンネルのレギュラー放送は一旦終了となります。皆様長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。次回は特番でお会いしましょう。さようなら。